では始めたいと思います。まず今日の、講演の内容、この4つに順番にお話しさせていただきます。まずは最初に自己紹介、うちの、経営の今の状況とかですね、取り組みをご紹介させていただきまして、その後事業の多角化の遠隔、どのように、うちが多角化を進めていったのかというところをお伝えします。で、3つ目がですね、事業展開のマインドセットというところですね、考え方をお伝えして、4番目が現在の取り組み、そして未来の展望というところで、この4つに順番にお話しさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまず最初に弊社の紹介させていただきます。株式会社長禅の場所はですね、京都府八幡市というところで、京都駅から車で20分ぐらいで、大阪駅からでも30分ぐらいの本当に京都と大阪の県境、もう真ん中ぐらいのあたりで、農業させてもらってます。で、従業員の数はですね、今正社員7名、パート従業員が23名、パートさんに関しては現在観光農園がしておりませんので、一番今が少ない状況です。観光農園始まるともう少しこのパートさんの数は観光農園用のパートさんが来られるので、もう少し増えて、だいたい30名から40名ぐらいの間で人が行き来してるかなというふうに思います。で、売上の方はですね、令和4年度で1億2500万で、昨年度が1億3000万ぐらい、この辺りの数時間かなというふうに言ってます。で、なんですけども、先ほどお話しさせていただきましたけども、私が父の後を継いだのが平成20年で、翌年にいちごの栽培を始め、観光農園の運営を開始しました。今から15年ぐらい前ですかね。で、その当時は観光農園っていうのがまだまだ馴染みがなく、私がいる京都府下ではいちごの観光農園は、その当時2つか3つぐらい、私も20歳ぐらいの時にいちごをやりたい、そして観光農園をやりたいって時に、勉強に行きたいと思って探したんですけど、関西にはほとんどなくて、全国いろいろ熊本に行ったり岡山に行ったり、関東に行ったりいろいろ探させていただいて、結果ですね、岡山の観光農園をされているいちご農家さんのところに、業法人さんやったんで、そこに研修に2年間行き、そして戻ってきて、同じように観光農園を始めたという流れでございます。で、平成21年から平成24年までは家族経営で、妻、そして父、母、おばあちゃんとかね、家族でいちごを作っていちごの販売、観光農園もやってたんですけども、2024年に拡大、ちょっと京都府さんの事業とかで、規模を拡大し、そして加工ですね。この当時6次産業化っていう言葉が出始めたタイミングだと思うんですけども、私たちもいちごで加工をやっていきたいってところで、加工場を作りまして、規模拡大して加工場を作るという事業をすることになりまして、それに伴って規模も大きくなりますし、人も入れないといけないというところで法人化を行いました。それから平成24年ですね。今から13年前。そこからですね、最初はパートさんとかを雇用したんですけども、平成26年には社員も雇用し、そこからですね、規模拡大しては社員を雇用、規模拡大しては社員を雇用というのをどんどん繰り返してきたという流れです。で、直近の話で言いますと、令和2年、今から3年4年前ですね、ちょうどコロナのタイミングの時にですね、前もって決まったんですけども、いちごハウスまた増設しまして、この段階で関西最大級の観光いちご狩り園という形でなりました。この当時ですね、面積的にも今書いてます通り、下の京都ファームハウスが21棟、8400平方メートルっていうのがですね、一応観光農園の中では関西最大というふうになりましたので、これを謳えて集客しました。この当時からですね、この3、4年は集客としましては年間3万5,000人から4万人ぐらいのお客様にご利用いただいております。コロナのタイミングでいちご狩り広げたんですけども、なかなかちょっとコロナの時期はですね、観光業本当に厳しくてお客様来ていただけないタイミングがありましたので、そこでできたのがですね、まだとかはね詳しくご紹介しますけども、いちごの庭プロジェクトという事業を開始しました。コロナをきっかけにできた事業でして、後からも説明しますけども、これまでは農園の方にお客様を来ていただくビジネスやったと思うんですけども、そのコロナでなかなか外出できない、外に出ることができない方々に対して、こちらからいちごの摘み取り体験を例えばレストランさんとか百貨店さんとかホテルさんとかに持って行って、で手軽にいちご摘みが楽しめるっていうサービスをコロナきっかけで、やりました。これは令和3年、今から3年前ですね。で、令和5年、昨年ですね。昨年はですね、知り合いの農家の方がですね、ちょっといちごをやめられるっていうところで、事業承継によって滋賀県守山、京都のその八幡市から車で1時間ぐらいのところの農園さんなんですけども、こちらの方事業譲渡
承継させていただきまして、滋賀県守山でもいちごの栽培を開始しました。こちらがちょっと下に書いてます通り琵琶湖ファームというのがありまして、今いちごの生産ハウスが8棟4800平方メートルで27000株植えてます。ですからね、今合計で11.3ヘクぐらいですかね、いちごの観光農園としていちごの栽培をしております。これが今の私たちの紹介でございます。ここからですね、長善農園における多角化の変というところで、どうやって私が加工所生産、そして販売、観光から加工であったり他の事業をしてきたのかというところをお伝えしていこうと思います。まず一番最初にしたのはですね、観光農園です。やっぱりいちごを作ってますと、単にいちごを作って市場出荷するだけでやっぱり単価がなかなか取れない、価格決定権を持てないし、市場の単価ってすごくやっぱり京都はいちごの産地ではないので競争力もすごく弱くて、本当安い値段でしか買っていただけなかったので、なんとか単価を上げたいってところでやはり観光農園をして自分たちで価格決定権を持てるようにやっていこう。で、直接お客様に食べてもらって喜んでいただきたいっていうところで観光農園をやりました。まずそれだけやったんですけども、やはりいちごをやってますとどうしてもロスとか完熟のいちごであったり、ちょっと、傷んでしまったいちごとか捨ててしまったいちごとか、ちょっとその規格、お客様が食べていただけないような規格外のいちごが出てきましたので、これがやっぱり捨ててたのがもったいないというところで加工場を建設しました。平成24年ですね、自学の一角を改築しまして加工場を建築しました。この当時合わせて会社も法人化したんですけども、当時の考え方としては捨てるいちごがもったいないので、これをなんとか売り上げにつなげていける取り組みをしていきたいというところで加工場を作りました。で、ちょっとね、ずっとその、生産して観光して加工品販売するぐらいでずっとやってたんですけども、30年にですね、多分皆さんも台風被害遭われたかもしれませんけど、関西空港のね連絡通路が船でね通行止めになるぐらい、そういう大きい台風が平成30年9月4日に来まして、でうちの方も京都の方、この京都府八幡市はですね、瞬間最大風速49メーターが記録して、うちの周りも電柱が倒れたりハウスもぺちゃんこになったり、すごい被害がありまして、うちの方もこれ右上の写真なんですけども、鉄骨のハウスは持ったんですけども、パイプハウスのちょっとあったんですけど、これがもう本当にぺちゃんこになりまして全壊しました。で、やっぱり台風のリスク年々も今上がってますし、ここをやっぱり中途半端なパイプハウスじゃなくてしっかりした建物にして、そして直売をしていこうっていうのをこのハウスが陶器に考えまして、台風復興の補助金を使いながら直売所、鉄骨ハウスの直売を作りまして、そこで加工品とかをもっと積極的に売っていこうっていうふうになりました。でこの時に加工所建設の方で自社で加工所建設してるんですけども、一応の許可状は瓶詰め、要はジャムとか、瓶詰めのものだけを製造できる許可証を取ってませんので、それ以外の加工品、例えばいちごのチョコレートとか飴とかラスクとかそういったはですね、自分たちで作れませんので、基本的には OEM で作る方法を考えました。で、ある程度ね直売所ですのでラインナップは必要だなというふうに思いまして、ジャム以外の加工品をどんどん OEM で作っていったというふうな流れです。で、合わせてここも4番5番に関してはどちらかというとコロナがきっかけで動いてきたことなんですけども、コロナきっかけでなかなか農園にお客様が来ていただけなくなったところで、自分たちから物を持っていかないといけないところからキッチンカーを始めました。自分たちのいちごを使ったいちごのスイーツをキッチンカーで作れるようにして、いろんなイベントに参加していちごを売ったり加工品を売ったりスイーツを売ったりしましたし、いちごの庭プロジェクトっていうのはこんなところでいちご狩りっていうのをコンセプトに、令和3年3月にアベノハルカス近鉄本店さんのウィング会10階屋上ですね、屋上にそういった場所を作りまして、いちごの摘み取り体験を実施しました。これが写真がそうですね、ちょっと小さいですけども、これは本当ハルカスのビルの屋上でこういう摘み取り体験をしたという時の画像です。で、ちょっと話が関わるんですけども、今いちごをしたいとか新しく新規収納でいちごを始めたい方、農業参入で企業さんが新たな事業としていちごに取り組みたいって方がすごく増えてきているので、そういった方々に対するコンサルティングですね、新規収納でいちご農家を目指す方々に対して倍
指導なんですけども、ハウスの施工であったりバイとか観光のアドバイスみたいなところをご支援させていただく授業もやっております。ここはもう本当紹介こんな感じでやってますところで画像ですね、こう全てうちは降雪栽培でいちごのでこういった小さいお子さんの目の高さにいちごになっている状況でやってますし、加工品もジャムとかちょっと真ん中がそうですけど加工場なんですけどもジャムとかお菓子とかをこうずっと DIY で作って、販売でキッチンカーも当然置きながら、その直売所でお客様に楽しんでいただけるような工夫をやっております。で、話は変わるんですけども、私たちもともと観光農園やってまして、余ったいちごがもったいないところで加工品の販売をしたんですけども、割と今もともと15年ぐらい前から京都水晶がね6次産業化って言葉が出始めて、農家がね6次産業、要は生産加工販売っていうのをこう積極的に推してきたと思うんですけども、最近ですね法律が変わりまして栄養表示の表記であったり、食品衛生法もこう許可がねかなり見直しされたりしてまして、なかなかやっぱり加工品の販売はできると思うんですが、加工品を自分たちで作って売っていくっていうのがすごい難しいなと常に私は感じてます。というのそれとあとやっぱ餅は餅屋っていうところでやっぱりプロにお菓子とか加工品を作っていただいた方がやっぱり物も良かったり、そういう安全面のリスクをその製造元に持ってもらうこともできるので、そこら辺はいいなっていうふうに感じてます。ですから最近私が思っているのは6次産業化っていうのは、いちごは生産物は自分たちのものを使うべきだと思うんですけども、加工に関してはプロにお任せしてそれをもう一度こう買わしてもらって販売するの、いろんなねリスクもそうですし製造する大変さっていうのも緩和できるので、もうね実際皆さん生産業務そして販売業務だけでもね手一杯と思いますし、そういった加工に関してはもうアウトソーリングしていくっていう考え方の方がいいんではないかなというふうに最近は感じております。で、売り方からうちはこういうことをやってます。本当にもう OEM でちょっとね今ない商品もあるんですけども、これまでの変遷っていう意味合いで書かせてもらいました。これまでにこういった商品を作ってきました。OK ですね、チョコレートとかポップコーンとかメレンゲ菓子もやったりとか、あと真ん中のちょっと変わり種でいちごのお塩とかいちごのお砂糖とか醤油味噌っていうちょっと変わったものもやったりとか、本当いろんな加工品を作っていただいてで、買い取りして販売するってことを、中には作っては見たもののお客様の声があんま良くなかったりなかなか売れない商品もあったりするので、基本的にはもう小ロット、もう例えば100とか50とか100とか多くても200ぐらいの小ロットの商品を小さい工場さんに作ってもらって、でそれを1回販売してみてお客様の感触をそうとかね売れ行きを見て、でまた追加でいくかやめるかのをどんどんやりながら商品開発しながら販売していくってことをずっとやってきました。で、ここからは私がですね観光農園をしている時にどういう考え方のもとで観光農園をしているのかってところをお伝えしたいと思います。やはり皆さんもぜひ考えていただきたいんですけども、観光農園とか事業をする時にこういった観点で自分たち自社のことそして他社のことをしっかり考えてやっていくべきなのかなというふうに思ってます。例えばまずペスト分析、自社の取り巻く環境の分析をして市場の機会を発見してみたりとかですね、3C分析、市場の細分化をして自社の強み弱みであったり競合他社の弱み強みであったり、あとは顧客のニーズですね、逆に不満やお客様の声っていうのを反映していくっていうのがすごく大事かなというふうに思ってます。あとはよく最近おっしゃるペルソナ設定ですね。自社の強みと弱みっていうところを口頭でお話しさせてもらいます。僕たちの強みっていうのは大きく分けて大きく大別と2つあって、1つは立地だと思ってるんです。京都と大阪の真ん中なので本当にどちらのとこからもアクセスしやすい。実はそれ以外も奈良市からでも30分とか神戸からでも1時間、滋賀県からも来れるっていう形で本当に関西の真ん中ぐらいに位置するので、その立地の面っていうのはすごく強みかなというふうに言ってます。でも最初要はない時から15年前から京都府下でも1件2件時からやり続けている、先行者利益ですよね。
早いタイミングからやってきたっていうのがある意味強みであり、やっぱり認知度も高いままずっと続いていってるっていうのが強みかなというふうに思ってます。純粋にね、いちごの味とか品種が多いとか規模が大きいも当然そうやと思うんですけども、割とどの農家さんもできちゃうことだと思うんですね。一番のうちの強みっていうのはその2点、地と、もう15年前からやってきたっていう実績なのかなというふうに思ってます。で、っていう部分で言いますと、どうしても規模が大きいので、良くも悪くも規模が大きいので、私一人の会で全てが決まらないという、例えば手入れ一つにしてもやっぱり従業員がとかパートさんがにしていただかないといけない。だから思ってたようになるとは限らなかったりするので、その規模が大きいから尖ったイチゴ、尖ったするとか、こういう農業をやりたい、こういうイチゴを作りたいっていうのはやっぱなかなか動きが鈍くなるっていうのはあるかなというふうに思います。本当に平均的なイチゴになってくるのかなって個人的には思ってます。長善農園もう一つ弱みとしてはですね、立地の大きい面の立地はすごいいいんですけど、実際にやってる場所がですね、大きい道から中入った田んぼの真ん中でやってるんですよ。観光バスが通れなかったりします。だから基本的にうちは大型バスのお客様は来れないっていう状況があるので、そこはまず弱みかなとも思いますし、そうですね、例えばトイレに関しても農地なのでトイレが浄化引けることができないかったり、そういう細かい弱みはあるのかなと思います。他の農園さんとかでね、大きい道に面した農園さんとかだったらそういうね、大型バスも来たりとかトイレもきれいだったりするんですけど、そういった農地ならではの場所のならではの弱みはあるのかなというふうに思います。で、コロナ設定に関してはですね、うちの方も社内みんなでやりまして、うちのターゲット層はですね、これも最初から決めてたんですけども、15年前から、うちのターゲット層はですね、もう基本ファミリー層です。で、ファミリーの中でもうちのお客様の半分ぐらいですね、ド陣地とかやったらお父さんお母さん子供たち1人2人のファミリーので、なおかつお子さん2人とも小学校低学年から幼稚園児ぐらいのファミリーがうちのもろのターゲットなんですね。ペルソナなんですね。ですからそこに対してハマるような SNS の発信の仕方であったり、例えばいちご狩りの時間を長くするとか、商品をお子様が喜ぶものにするとか、そういったところをずっと工夫してやり続けてます。例えばですね、昔からやった取り組みとしましては、やっぱターゲット層がそこなのでファミリーなんですね。うちも小さい子どもたちいるんですけども、やっぱり子どもがいるとやっぱりまず子どもたちがいちごを食べてもらう時間が必要ですよね。でそこでまずパパママはあんま食べれないんですよ。で子どもたちがお腹いっぱいになってからパパママ食べれるってなると、当然いちご狩りの時間っていうのは長くなるはずだろうっていうふうに思って、うちは昔から長めのいちご狩りの設定をしてます。昔は60分ぐらいの観光農園って形で食べ放題ってやってましたね。そういう工夫であったり、あと当然ベビーカーとかが当然来られるので、ベビーカーでも入っていただけるような動線の確保であったり、お子さんが喜ぶような加工品を置いてみたりとか、そういうことをずっとやり続けてます。あと、ブランドアイデンティティとかマーケティングに関しては一旦置いておきます。こういった形でうち長善農園をベースにどういった方に来ていただきながら強み弱みを把握しながら観光農園を続けてきております。で、ターゲット層に対する商品展開を仕掛けってところで、こういった取り組みもやってますね。まずはロゴですね。長善農園のロゴをしっかり作り認知していただけるようにするってところをやったりとか、一番大きな真ん中ですね。真ん中が先ほど話させてもらったアベノハルカスの部分にこういった仮設のビニールハウスを作って、中のに赤いのがね重機なんですけども、重機の上にプランターで作ったいちごの苗を作りまして、そこで実をならしていちごの摘み取り体験ができるっていうサービスをやりました。でこの隣がロゴですね。いちごのニアプロジェクトってところでこういったロゴで、これはハルカスですけども、それ以外にも例えば幼稚園さん出張でいちご摘みなんかを体験した蔦屋書店さんでやったりとか、あとはいろんなカフェとかいろんなところでさせてもらいました。あとこの2つは加工品もですね、ターゲット層をすごく意識した加工品になってまして、例えばホットジンジャーに関しては本当にうちのターゲット層がファミリー、特にでいちご狩り行こうって決定する意思決定を持っているのはお母さんなんですね。だいたいその小さなお子様がいるお母さんママさんなんで、年齢層としては30代前半から後半ぐらいの
お母さんがターゲットなので、そこに届けるような、SNS もそうですし、この商品もそのお母さんに対して喜んでもらうような商品展開、こっちはですね冬場にホッとしてほしいところでホットジンジャー作りましたし、お砂糖に関してもお母さんとママさんと子供たちで一緒になんかお菓子作りをするときに、このいちごのお砂糖を使えばいちごのねお菓子ができるよねってところで考えた商品でございます。こんな感じで頭の中で考えながらやってきております。でちょっとここからですね、このページすごい見にくくて、本当に僕が今年の元旦に、ずっと答えているんですけども、どういう考えのもと事業展開をしてきたのかっていうまとめたもので、本当あくまで僕の頭の中の整理みたいなものなんですけども、ちょっと順番にお伝えさせてもらいます。失礼します。やはりですね、事業展開進めていく上で、闇雲に何でもかんでも事業を展開してもやっぱり意味がないと思います。やはり軸となる考え方があって、そこの軸をベースにどうやって展開していくかというのがすごく大事かなと思ってまして、そのじゃあ軸となりうるものは何なのかっていうのがひとえに経営理念だと思います。おさぜん農園の経営理念はいちごの可能性を追求し、笑顔あふれる未来を作るというところで、まず前半部分のいちごの可能性を追求するっていうのは、やはりもう15年いちごの栽培をしておりますが、まだまだいちごっていうのは、まず生産者としてもすごい魅力的といいますか、作るのもすごく難しい、だから面白いともあるんですけども、今でも本当に見ながら考えながらいちごを作ってますし、できた時の喜びは本当にひとしおなんですけども、それぐらいやっぱりいちご栽培というのは本当に魅力的であり、可能性に満ち溢れているなというふうに思いますし、またですね、品種に関しても毎年いろんな品種ができてるんで、まだまだ勉強しながらやってるってところで、いちごの可能性っていうか栽培に対するところがまだまだ追求していきたいというふうに思います。で、笑顔あふれる未来を作るって部分に関しては、本当消費者にお客様に対していちごで喜んでいただきたいっていう思いで、このフレーズを入れてます。ですからおさぜん農園はもう本当にこの一行、いちごの可能性を追求し笑顔あふれる未来を作ることをやっている会社っていうふうに、私も思っておりますし、今社員7名パートさんもそうですけども、皆さんこの理念を達成するため、理念を追求するためにやっております。で、理念があり、次ミッション、ビジョン、バリューっていうのが多分あるかと思うんですけども、うちの場合のミッション、経営理念を軸にどういったことをやっていくのかってところはですね、読ませていただきます。おさぜん農園のミッションは、日本のいちごを中心とした農業技術を広め、消費者農業従事者に貢献するをミッションに掲げています。そしてビジョンですね、目指すべき山はどこを目指しているかというと、いちごのリーディングカンパニーとして日本を代表する農業法人になる。これがですね、今の経営理念であり目指すべき姿でございます。で、価値、バリューは、おさぜん農園の価値は何かと言いますと、やっぱり生産者であるというアイデンティティはすごく大切にしたいなと思ってます。観光農園今本当に増えてます。で、いちごの観光農園すごく増えてるんですけども、異業種参入してされている方であったり、全く違うところからされている方もいらっしゃるんですけども、僕たちはもう本当昔から農家として、農家の息子として会社やってますので、そこの美味しいいちごを作りたいっていう、価値観は大切にしていきたいというふうに言っている。あと栽培技術であった、挑戦とか革新的ななんでしょうね、性質っていうのも大事にしております。で、ちょっと理念がありミッション、ビジョン、バリューは置いといてもいいんですけど、経営理念、ミッション、ビジョンをまず最初に考えました。これこそ本当ね、アグリコネクトさんの、勉強にもあったかと思うんですけども、まず何がしたいのか、皆さん個人でも法人でもそうかと思うんですけども、本当に自営業でも経営者、個人経営者ですから、経営者の考え方がそのまま会社とか皆さんの経営が反映されると思います。ある意味皆さん次第なのかなと思ってまして、まずは経営者がすべきことは経営理念を、ミッションをきどこの山を目指すのかってところをまず考えていただきたいかなというふうに思います。で、その上でですね、僕おさぜんはこれをまず定めました。で、その後何をしたかと言いますと、ちょっと横軸で見にくいんですけども、自分たちがやっていることを整理していきました。5個あるんですけども、一番最初にやったのはこの2番目ですね。2番目と3番目を昔からやってるなって考えました。まず2番目が生産、当たり前ですけど農家なので生産ですね。何のために生産してるかと言いますと、うちはもう美味しいいちごを作るというのが生産をする意味であり目的なのかなというふうに思っています。そして販売ですね。他には観光農園も入っているんですけども、
販売するのは、本当にお客様、いちごで笑顔になってもらいたい、笑顔を届けたいのが目的です。でこれをもともとはいちごを作って観光農園をするだけやったんですけども、それぞれをまず深掘りしてきました。じゃあ3でどういうことがもっとできるのかなってことをずっと考えていきました。例えば今取り組んでいるのがですね、普通のまず冬春のいちごがありながら他に何ができるのかってところで下に書かせてもらったことでやりたいことですね。例えば夏秋いちご、四季なりのいちごですね。やっぱり冬春いちごがあったら一年中いちごが欲しいってニーズもあるので、そこに応えるようなをどんどんしていきたいなとも思いましたし、苗ビジネスですね、いちごの苗とか種子を販売するような、今もう実現できているものもあれば将来的にしたいことも含まれています。ですからここは僕がですねやりたいなと思ったこととかやってることを書いてるというふうに思ってもらったらいいと思うんですけども、苗ビジネスとライセンスビジネスであったり、あとの面で言うともともとは郷土でやったんですけども違う地域でもやってみたいなと思って、滋賀県の守山でもやりましたし、滋賀県以外でも関東でもやってみたいなとも思いますし、で九州でもいいですしどこでもいいと思うんですけど、いろんな地域でをしていきたい。で、栽培の面でいうとでも栽培に挑戦というふうにも考えています。3っていう枠組みだけでもやっぱりいろんな切り口があって、それやりたいことリストじゃないですけど作っていて、そのどの順番にやっていくかをずっと考えてきました。で同じようなことをしました。次販売はどういうことができるのかな。観光農園の運営がまずありました。いちごの庭プロジェクトがありました。でそれ以外にじゃ何ができるのかなってところで、今書いてるのは EC ですね。国内の EC もそうですし、越境 EC に向けてのもしたいなと思ったりとか、クラファンであったりいちごの図とかですね、販売のその方法っていうのをやりたいことをずっと書いて広げていく。でその次ですね、加工品もそうですね。加工品の方も、目的は食卓にいちごのある生活をっていうコンセプトにいろいろやってきました。 OEM の製造とか、請負ですね、やってみたり、もともとやっぱ食品の加工品ばっかりやったんですけども、今後雑貨であったり商品とかもねいろいろいちごでできると思うので、そういったこともやっても面白いのかなと思ったり、この下2つはもうアイデアベースです。アイデアベースの話なんですけど、介護食でいちごをうまく使えないかなとか、医療ですね、いちご×医療で何かできないかなとか、あとお酒であったり、あとは一次加工の委託、材料としていちごをおろす、例えばペーストとかフリーズドライとか分からないですけども、そういった製品ではなくその1個手前までを自分たちで請け負って、大手さんにお渡しするようなこともやってきたらなというふうに思ってます。でこれ3半加工であったんで、これを、最初やったんですけども、もっと川上に行きたいなと思ったんですよ。それが1個生産の前の施工ですね。いちごを作るためにはハウスを作る必要があって、そのハウスをもう僕たちずっと作っているんですけども、やっぱりハウス業者にお願いするとそのままいちごハウスお願いしますってした時に出てくる答えが何でしょう、資材屋さんの考えであったり、物を売りたい気持ちが入ってて、ちょっとオーバースペックであったり、実際あるけど使わないものがいっぱいあったりとかっていうのがあったので、もっと農家さん目線、要はいちご農家として本当に必要なものだけをできるようなことができないかなと、アドバイスできないかなと思ってやったのが、コンサルであったり、ちょっとここには書いてないですけども、うち資材の販売とかもちょっとずつやり始めている状況です。いちごの施工業者になるっていうのはそういうことですね。そういった観点で農家さんが喜ぶような使い方のいいようなハウスとか仕組みを提供したいとも思いましたし、あとオリジナルのシステムっていうのも今後やって、今もちょっとやってるんですけどもやりたいなと思ってまして、やっぱりいちごの降雪システムっていろんなものがあるんですけども、やっぱどれも使い勝手が悪かったり、ここもっとこうした方がいいのになってアイデアがいっぱいあるんですけど、それをやっぱ形にしたいなというふうに思ってまして、今いちごのオリジナル栽培を開発といいますか、企業さんと一緒にやって販売していくようなことも今取り組んでます。ここにもコンサルとかも入っております。で川上の方ですね。で川下の方もちょっともっとやりたいなと思って、流通のサービスを今、これはもうアイディアベースなんですけどもできたらなと思ってます。今ね、いちご農家さん、昔は京都で3軒とか4軒やったんですけども、今もうすでにうちの地域半径10キロ圏内以内でももう3、40軒ぐらいいちご農家、乱立といいますか、いっぱいでき始めて、個々人で皆さんやっておられるんですけども、やっぱり、それでは、個人でね
売ってる分には全然問題ないと思うんですけども、舘さんとか大きい商売をしようと思ったら、グループを組んで何かまとまってやる必要があるってことも今ちょっと話があるので、なんか集荷パッキングセンターみたいなものを作って、例えば京都のいちごの部会館を作って、それで京いちごみたいな形で全国もしくは海外にいちごを売っていくようなこともできたらなというふうに考えています。こういう形でですね、本当にまずは経営理念を考えまして、やりたいこと、目指すべき山っていうのを掲げ、そこから今やってることを横軸に並べて深掘りしていったっていうふうに、僕は事業の多角化といいますか構築していった流れでございます。ここからですね、じゃあここにやってきました取り組みの事例を順番に説明していきます。どれも例えば一番最初に出てくるのは他地域での会であったり、加工品の話であったり、いちごであったり、この中のことをどんどん実現してきたというふうな流れでございます。では順番にちょっと取り組みを説明させてもらいます。まずですね、最初にありました説明で昨年事業譲渡によって滋賀県守山市でいちごの園を始めました。本当もともとはこういういちご農園未来花さんとかだったんですけども、ちょっともうやめられるというところで、このハウスガラス温室なんですけども、このハウスが開きますよ、裏にはこういう本当に骨組みだけあるハウスがあるので、これもまた活用してくださいねっていうふうに言われまして、ここを事業譲渡買わせていただきまして、ここの始めました。で京都にはオリジナル品種がないんですけども、滋賀県に行けば滋賀県ですから滋賀県の品種が作れるってところで、今年からですね、滋賀県のオリジナル品種の三好雫っていうのをもう始めております。この骨組みのだけのハウスもですね、補助金で事業承継引き継ぎ補助金がありまして、事業承継をした時に使える補助金を活用しながら、今はこの骨組みのところも全部ビニールが貼られて、いちごの栽培をもうしている状況です。で今後ですね、今回はたまたまご縁があって滋賀県守山でさせてもらってますけども、例えば農家さんでいちごをやめられる、でもハウスがあるとか、側だけハウスがあって中はもう更地なんですけど、そこを使わせてもらう、居抜きですね、居抜きで入らせてもらったりとか、そのまま入らせてもらったりとかっていう形で、空いてるハウスとかやめられるところを引き継ぐとかっていうところで、そういった形でしながら他地域でのいちご栽培をどんどんこれからはやっていきたいかなというふうに思ってます。今ちょっと話は変わりますけども、いちごのハウスこういうとんでもなく値段が上がってまして、一旦ハウス作るのにでも3000万ぐらいいるっていうふうに言われているんですね。でとてもじゃないけど、まず補助金活用しないと採算取れないですし、新規収納でじゃあ補助金こんな出るとこもないですから、実際なかなかいちごは新規収納とか新たにハウスを建てっていうのはすごく難しくなってます。でも硬いですね、たまに見てると空いてるハウスとかあるじゃないですか。骨組みだけあってビニール中はガラガラとか何も工作しないとか、そういったところをですねして置いとくだけじゃなくて、そこをもう一回活用して、僕の場合はいちごを作ってたらいいなと思ってたりもします。実際にちょこちょこそういったお話、班とかでちょっとハウスが空いてるんでよかったらどうですかとかって話をもらったりとか、一回交流することによっておさぜん農園さんってこういうことをやっておられるんだっていうふうに認知されることによって、逆にまた、使っていただきたいっていう話をもらえたりするようになっております。こういう形でですね、どんどんいろんな地域でいちごの栽培ができたらなというふうに、強く思ってます。実際にいちご京都と滋賀県守山、車で1時間しかぐらいしか離れてないんですけども、やっぱりね全然環境が違う、こんなに違うんだって思う、違ってて、京都の方法をそのまま持っていって、実は去年割と失敗したんですよ。それがある意味生産者としてはすごく面白いですし、まだまだ勉強していかないといけないなというふうに感じているので、そういった形でいろんな地域でやっぱりその土地に合ったいちごをトライしていくっていうのはすごく魅力的であり面白いかなというふうに感じております。これがまず1つ目です。で2つ目がですね、加工の方ですね。加工では食卓にいちごのある生活をっていうコンセプトに、先ほどちょっとね話しましたけども、上2つがお塩とかお砂糖っていうのはその生活の中にいちごを取り込んでいただきたい。ちょっといちごがあるといちごやっていうふうに喜んでもらえるような、そういうアクセントになるような商品を作ってみたりとか、あとジンジャー、いちごジンジャーであったりアイスですね、お子さんと一緒に食べてもらえるような、こっちはお母さんが喜んでもらえるような、そういう商品展開をこれまでしてきましたし、今もですね毎年ちょっと控えたんですけども、今年に関しても 3,4 アイテムぐらい新しい商品をトライして販売をしていこうかなというふうに考えております。次ですね、これやってます。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、私2020年からこれもコロナのきっかけでですねチャンネルを、始めておりまして、今でも4半ぐらいずっとやってまして、よかったらYouTube でおさぜんチャンネルって教えてもらったらいいと思うんですけども、やっぱり私自身いちごはすごい魅力的な作物だなというふうに感じてますし、これが農業人口が減っていく中でやっぱりいちごに関してはまだまだ需要もあり、例えば海外に対しても競争力を持つ作物かなと思ってますので、まだまだいちご農家さん増えるべきだというふうにまず思ってます。その上で新規就農の方とかこれからいちごをしたいと思ってもらえるような取り組みとして、こういったチャンネルでいちごの今例えば定食をしましたとか、いちごの収穫をしましたとか、こういうふうに価格をするんですよとかっていうのを動画を配信しながら情報をね公開してます。ですね、新規就農の方を応援するようなプロジェクトもやってまして、この左上ですね、おさぜん農園とあと東京にある日本農業さんっていう会社さんいらっしゃるんですけども、その2社でフレッシュベリープロジェクトという名前でいちご農家さんをですね応援する事業をやってます。これどういうことかというと、本当に、うちは京都で日本農業の補助は山梨になるので、それぞれの補助に1人ずつ研修生を本当に雇用契約結んできてます。でここのポイントはですね、研修生って割となんかタダでされるとか、なんかタダでお金は発生しませんよってめちゃくちゃ多いんですけども、やっぱり皆さん生活当然かかってると思いますし、それではやっぱり労働力のね搾取だと思うので、基本的には雇用契約をしっかり結んで、社員もしくは社会保険入るぐらいの形で雇用契約を結び、でもう期限を決めてもう1年間しっかりうちで学びの研修しながら1年後には必ず独立してもらうっていうことを今やっておりまして、今うちの方にも1人ですね9月から研修といいますか、この受講生フレッシュベリープロジェクトの参加者が来ておりまして、彼はですね25ですねけども、義理のお父さんが違う作物をされていらっしゃって、で自分がその後を継いで農業をするときにいちごをやる、で県で収納していちごの栽培をやる、そして観光農業をやるってところで今しっかり学びながら、来年の9月にはいちごを定食するようなスケジューリングでやっていくってところを、僕たちは栽培技術であったり、例えば他にもハウスを作るための資材の情報提供であったり、行政の方とのやり取りであったり、そういったところを全てバックアップしながら、しっかり来年の9月にはいちごの定食をできるようにするっていうことも今やっております。いちご塾のもやってたりとか、コンサルもやってますというところでございます。で他ですねやってる事業は、さっきの横軸のこのところでオリジナルのシステムがありますよってところあったと思うんですけども、今自社でこういうことを今やっております。システムっていうのを作りまして、本当にいちごの交際システムをですね独自で企業さんと一緒にやってをしております。京都はね割と冬が寒いんですね、底冷えして。ですから基本的には寒い地域用のシステムになってます。ポースチロールで中に温湯管っていう40度のお湯を流す管です。要は床暖房みたいなもんですね。お湯を通して培地をポカポカ温める、それがメインの。あとヤシ殻を使って無機培地で点滴だけで管理していくっていう栽培方法になってまして、トライアンベリーっていうこの三角形の発泡なので、培地量が通常の四角い容器に比べると半分で済むっていうのも一つの利点ですね。これでも十分いちごもできますし、いちごと正直あんまり培地の量はいらないかなというふうに思っているので、これでもすごい、うち15年これやってますけども、しっかり収量取れているというシステムなので、これを販売するようにしております。あと2つ紹介させてもらいます。夏秋いちごですね。今ですね、先にこの動画見ますと、今ですねおさぜん農園と三菱重工さんとですね一緒に、今は実証実験っていう形なんですけども、京都の夏場40度を超えるぐらいの暑い盆地で夏でもいちごができるっていうことを実証実験しましょうってところを3年前から取り組んでまして、今で3年目なんですけども、と3年目でだいぶ形として収量もしっかり取れ始めましたし、採算取れるような仕組みができつつあります。ハウス、5R ハウスなんですけども、もう閉鎖空間です。よくある自然光光型の栽培ではなくて、自然光をしっかり取り入れて、やっぱり太陽光を使いながら温度を冷やしていちごを作るってところをやりたいってところで
自然閉鎖型なんですけども、太陽光をしっかりして右上にあるこういう要は冷房ですね、空調、冷たい冷気があそこから出てきて、でいちごをこう冷やして、夏でもいちごができるようにしてます。ハウスの中は真夏、外がもう外気温40度でもですね、ハウスの中は20度から25度ぐらいずっとその気温をキープしてまして、正直電気代がとんでもなくかかるんで、電気代をどういうふうに抑えて価格転嫁していくかってところが大事だと思うんですけども、今年これをやりました。夏のいちご摘み体験ってところで、夏でもいちごが取れるっていうサービスをしましてですね、いちごって基本通常1パック500円とか、高くても700、800円だと思います。夏のいちご摘みってすごい珍しいってところで、僕たちいちご摘みをですね、この1パック 200g 入るんですけど、200g で1700円で販売しまして、要はキロ8500円ぐらいかな。でもお客様にとってはものすごい安い、夏にいちごが取れるってすごい価値があって非常に喜んでもらいましたし、これはすごいまだまだニーズがあると思いまして、積極的に来年もやっていきたいかなというふうに考えてます。こういう形でですね、途中お話ししましたけども、経営理念があって、ミッションビジョンがありまして、やりたいことをこう横軸で並べで掘り下げていったという形で、私たちは、長善農園は事業を多角化してきております。以上で簡単ではございますが、私の説明を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。